いけ。こちらは先日動画にした我が家の猫の爪切りの様子です。ご覧の通り、猫の爪切りは至難の所業でございまして、これから爪を切るという状況ゆえ、当然爪は鋭く尖っており、反撃で流血を伴う場合も少なくありません。ちなみにこちらが猫の爪です。普段は手の中に収納されており、上から押すとむにゅっと出てきます。猫は人間同様に爪がどんどん伸びてくるため、定期的な爪切りが必要不可欠です。ちなみに人間の爪の長さのギネス記録は197センチらしいです。私の身長より長いですね。ですが猫ではそんなことは真似をせずに、こまめに切ってあげてください。放っておくとどんどん伸びてきて、最終的にはぐるっと一周して自分の肉球に刺さります。これ冗談みたいな話ですが、本当らしいですね。猫を創造した神様はもう少しうまい設計ができたんじゃないかなと思ってしまいますね。野良猫はどうしているのかなと疑問に思うところですが、アスファルトなどで削れていくらしいです。しかし本当の野生にはアスファルトもないはずですが、一体どうしてるんでしょうか。というわけで、飼い猫は爪切りが必須ですが、とにかく猫は前足を触られるのが嫌いなようで、個体差はあると思いますが、大抵は抵抗してきます。で、私最近テレワーク中に思いついたのですが、猫って昼間はほとんど寝てるんですよね。この隙にどうにか気づかれないように爪を切ってしまえばスムーズに行えて、さらに猫の負担も減るというウィンウィンな爪切りを実現できるのではないかと気づきました。物騒な表現で言えば寝首をかくというやつですね。意味深な表現で言えば寝込みを襲うというやつです。人間で言えば女子高生の年齢の子猫の寝込みを襲うなんて、考えただけでワクワクテカテカが止まりません。そんなこと言ってるとまた私が変態と罵られそうですが、爪切りという大義名分がありますので、本当に勘違いなさいませんようお願いいたします。ということで本日は昼寝中であれば簡単に猫の爪切りができる説、こちらの説をとりあえず仕事は置いておいて検証していきたいと思います。
ということで、なぜ今まで思いつかなかったのかと後悔するほどすんなり爪を切ることができました。そういえば昼間の寝てる隙に爪を切ってますっていうコメントをねいただいたような気もします。スルーしてしまっていたら申し訳ありませんでした。それでは本日は以上となります。週末はライブ配信なんかもやってますので、チャンネル登録の上ぜひ生の猫たちの姿を見に来てください。またママブログもやってます。私が仕事でいない時の猫たちの姿をご紹介していますので、ぜひご覧ください。それではまた3、4日後にお会いしましょう。それじゃあバイバイ。